皆さんこんにちは。今回は日本旅行でおすすめの都道府県ベスト5をご紹介したいと思います。私は旅が好きで日本の47都道府県すべてに行ったことがあります。今回はその経験からここは特に面白かった、印象的だった、また行きたいと思う場所をご紹介したいと思います。一般的に有名な観光地ならインターネットで調べればいろいろ出てくると思います。ですが定番の観光地に行ったら人混みだらけで疲れて全然リフレッシュできなかったみたいなこともあると思います。実は日本には意外と知られていない魅力的な場所がたくさんあります。これから紹介するのは有名な観光地に負けない魅力がありながら混雑を避けてゆっくり楽しめる場所を紹介します。なので今回は東京や大阪、京都などの有名な観光地はランキングから外しています。日本旅行に興味がある方はぜひ参考にしてみてください。第5位は愛媛県です。おすすめの観光スポットは何といっても道後温泉です。道後温泉は約3000年の歴史を誇る日本最古の温泉と言われています。そのシンボルとなっている道後温泉本館は木造3階建ての由緒ある温泉施設です。道後温泉のすごいところは歴史ある重厚な建築物を今でも現役の浴場として利用していて、一般の入浴客を広く受け入れているところです。私が行った時は道後温泉本館が改装工事中だったので別館の方に行ったんですが、こちらは本館とは趣が異なり豪華で華やかな空間でした。浴室の壁には最先端のプロジェクションマッピングを使った演出があったりと、癒しとアートの両方を楽しめる空間となっていました。道後温泉には日帰り入浴できる施設がたくさんあるので、浴衣を着てブラブラ温泉巡りをしたり、商店街があるので食べ歩きをしたりするのがおすすめです。そして愛媛県のご当地グルメですが、愛媛といえばみかんがとても有名です。温泉街には愛媛のみかんを使ったスイーツや本当にみかんをメインにしたお店がたくさんあります。水道の蛇口をひねるとみかんジュースが出てきたりもします。私が宿泊した道後屋屋というホテルは滞在中みかんジュースが飲み放題でした。そしてもう一つのご当地グルメが鯛めしです。鯛めしというと2種類あるんですが、主に松山市など東側で食べられる鯛を炊き込んで火を通したもの、対して宇和島市など南側で食べられるお刺身の生の鯛をタレに絡めたもの、これらは全然違う食べ物なんです。個人的にはお刺身の方の鯛めしがすごく美味しくて印象的でした。愛媛に行った際はぜひ2種類食べ比べしてみてください。続いておすすめの季節ですが、愛媛県はあまり季節に左右されないので一年中楽しめる観光地だと思います。個人的には夏の暑い季節よりも秋とか冬の涼しい季節の方が温泉巡りは楽しめると思います。ということで第5位は愛媛県でした。第4位は宮崎県です。宮崎は1年を通して温暖な気候のため観光旅行に最適です。年間の快晴日数は全国でもトップクラスで、沿岸部のビーチはリゾート感たっぷりです。海沿いを通る道路はヤシの木やハイビスカスなどの植物に彩られ南国ムードたっぷりです。海岸沿いにあるサンメッセ日南はモアイ像が7体並ぶテーマパークです。こちらの公園には世界で唯一イースター島の長老会から許可を得て完全復刻した7体のモアイ像が太平洋をバックに佇んでいます。サンメッセ日南のモアイ像は仕事運、健康運、恋愛運、全体運、結婚運、金運、学力運にご利益があるとされ、像に触れることで願いが叶うと言われています。続いて青島。青島は島全体が国の特別天然記念物にも指定されている小さな島です。島を囲んでいる鬼の洗濯板と呼ばれる波状岩が特徴的で、インパクトのある風景は一度目にしたら忘れられません。島そのものがパワースポットとも言われる青島で、雄大な自然の力を全身で感じることができます。そして宮崎観光の中で私が最も感動したのが野生の楽園都井岬です。
都井岬は太平洋に大きく突き出した岬で、ここでは世界的にも珍しい天然記念物の野生馬が生息しています。大海原を背に悠々と暮らしている様子はまさに馬の楽園。人目も気にせず草を食べる姿、そして背後にある太平洋の絶景を同時に満喫することができます。都井岬の550ヘクタールは全て馬の住処になっているので、タイミングが合えば道路などで遭遇することもあります。運転の場合は気をつけなければいけませんが、それもまたなかなかできない体験です。都井岬を吹き抜ける風を感じながら、ゆったりとした絶景で贅沢な時間を過ごしてみてくださいね。そして宮崎県のご当地グルメといえばチキン南蛮です。ジューシーなチキンを油で揚げて甘酢にさっとくぐらせた後にタルタルソースをたっぷりとかけていただくのが一般的です。現在は全国各地でお弁当や定食の定番メニューとなりましたが、宮崎県のチキン南蛮は発祥というだけあって美味しさは別格と言われています。そして火柱の中で豪快に炙り焼く地鶏の炭火焼きも宮崎の代表グルメです。炭の香ばしさをまとった鶏肉はムチっとした弾力があって、噛めば噛むほど肉汁が口の中いっぱいに広がります。最近はチェーン店などでも増えてきたメニューですが、本場のものとはまるで違うので、ぜひ試してほしい一品です。ここまで紹介したように、宮崎は南国のイメージが強いことから日本のハワイとも言われています。個人的には宮崎県は今までの旅行の中で一番印象に残っているぐらい大好きな場所で、実はもう少し上位にしたかったんですが、海外の皆さんが日本の風情を味わうという意味では少し物足りないかなと感じたので、この順位になりました。なのでどちらかというと、日本には何度か来たことがあってちょっと他の雰囲気を味わってみたいという人におすすめの観光地かなと思います。ということで第4位は宮崎県でした。第3位は福島県です。日本で3番目に広い面積を持つ福島県は3つのエリアに分かれていて、同じ県内でもそれぞれ魅力や特徴が異なります。古い建物が並ぶ町や歴史あるお城、大自然が織りなす絶景スポット、歴史を感じる温泉、ここでしか食べられない絶品グルメなど、日本らしさを凝縮したような場所です。会津若松のシンボルである鶴ヶ城は日本で唯一の赤瓦の天守閣が美しい難攻不落の名城です。紅葉や桜の時期も美しく、お城からの眺めも最高です。また福島グルメで言えばご当地の工芸品曲げわっぱを利用したわっぱ飯が有名です。中に入れる具材はその土地ならではの山菜や川魚など様々で、中身のバリエーションが豊富なのが魅力です。そのため作られるお店や家庭の個性がそのまま出るのもわっぱ飯の面白さです。そして福島の中でも特におすすめしたい場所が大内宿です。大内宿はかやぶき屋根の古民家が立ち並ぶ昔ながらの情緒あふれる宿場町で、400年前の暮らしや風景、文化をそのまま体感することのできる場所です。街道沿いには名物グルメを味わえる食事処や和小物を扱うお土産屋などのお店が充実しています。大内宿の端から端まではコンパクトなので散策しやすいのも嬉しいポイントです。大内宿の代表的なグルメといえばネギそば。名物の高遠そばは丸ごと1本の長ネギを箸代わりにしてそばを味わうのが特徴。発祥の店として知られる三沢屋は人気のお店ですが、受付で番号札を受け取り散策をしながら順番を待つこともできるのでおすすめです。他にも天ぷらまんじゅうやうるち米を練ったものに味噌を塗った新五郎など、郷土色豊かなグルメもたくさん堪能できます。また見晴らし台からはかやぶき屋根の街並み、南会津の自然を一望できます。小高い丘の上にあり、季節によって異なる風情ある情景を楽しめます。ということで第3位は福島県でした。第2位は竹富島です。竹富島は沖縄県にある離島で、赤い瓦屋根の家と白車の敷かれた伝統的な集落が印象的な場所です。行き方は石垣島からフェリーに乗って向かいます。飛行機で直接行くことができない小さな島です。
沖縄本島にも行ったことはありますが、本島は観光地として発展しすぎていて外国人の方もたくさんいるのに対し、竹富島は昔の時間で止まっているようなゆったりとした雰囲気を味わえるのが魅力です。平坦な島なので徒歩でも観光しやすく、約1時間くらいあれば島の集落を回ることができます。車の通行も比較的少ないので、水牛車や自転車での観光もおすすめです。そしてぜひ行ってほしいのが竹富島のビーチです。まずは近土井浜。近土井浜は竹富島の西側にある白い砂浜と透明度の高い海が美しいビーチです。波も穏やかなため、シュノーケリング初心者や子供がいる家族の海水浴にはおすすめのビーチです。そして近土井浜から南側徒歩約9分の場所にある海地浜もおすすめです。別名星砂の浜とも言われていて、たくさんの星の砂を見つけることができます。潮の流れが速いので遊泳は禁止ですが、星の砂を探したり木陰で景色を眺めながらゆったり贅沢なひとときを過ごしたい人におすすめです。星の砂は持ち帰り禁止のため、思い出に欲しい場合は売店で購入をしてください。最後に西桟橋。竹富島の北西側にある西桟橋は国の有形文化財にも指定されており、美しい夕日を見られるスポットとしても人気です。海に向かってまっすぐに伸びた桟橋から美しい夕日の絶景を見ることができます。都会にはないフォトジェニックな絶景なので心身ともに癒されます。他にも竹富島を満喫できるアクティビティもたくさんあるので、思い出作りにも最適な場所だと思います。そして宿泊施設も充実していて、有名な星野リゾートが運営するホテルや全室コテージタイプのホテルなど贅沢なひとときを過ごせるホテルがたくさんあります。日帰りでの観光もいいですが、せっかくなら宿泊して贅沢な島時間を過ごしてみてもいいと思います。ということで第2位は竹富島でした。第1位は山梨県です。山梨県の魅力は雄大な自然や景観を生かしたスポットが豊富なことです。富士山はもちろん温泉やアクティビティなども人気です。また日照時間が日本一の山梨県は野菜やフルーツなど農産物にも恵まれています。おすすめの観光地はたくさんありますが、まずは何といっても富士山関連のスポットです。河口湖は富士五湖の一つで、富士山のビューポイントとして人気の場所です。1年を通して多様な表情を楽しめるのが魅力で、ここでしか見ることのできない唯一無二の富士山と出会うことができます。また河口湖周辺は温泉地としても有名です。富士山の眺望が美しい温泉や日帰り入浴可能な温泉もあるので、絶景を眺めながら温泉に浸かり、日々の疲れを癒してみてはいかがでしょうか。忍野八海は富士山を水源とする8つの遊水地の総称。富士山の雪解け水が湧く神秘的な池です。かやぶき屋根の水車小屋などが独特な田園風景を作り出していて、散策しているだけでも癒されるエリアです。朝倉山浅間公園は日本を代表する富士山の絶景スポットとして有名です。春には富士山、五重塔、桜という日本らしい絶景を同時に見られるスポットです。青木ヶ原樹海は富士山の麓にある森で、幻想的な雰囲気が魅力の広大な原生林です。日本では自殺の名所としても知られていますが、実は国の天然記念物にも指定されています。遊歩道が整備されているので、森林浴をしながら散策を楽しめます。まるでアニメ映画の世界に入ったような幻想的な雰囲気を感じられるスポットです。またこれ以外にも絶叫系アトラクションで有名な富士急ハイランドなどテーマパークもあります。世界最大級の大型ジェットコースターやホラー系アトラクションお化け屋敷も人気です。そして山梨はグルメも豊富です。特に有名なのは郷土料理ほうとう。太くて長い平打ち麺とたくさんの野菜を味噌で煮込んだ料理です。煮込み野菜の優しく深い味わいは山梨の人はもちろん県外の人からも愛される一品です。そして草餅は茹でたよもぎと米粉を混ぜた生地であんを包んだおまんじゅう。焼いたところが少しカリッとして香ばしく、あんは上品な甘さです。また山梨はワインも有名です。日本ワインの発祥の地であり、ワイン県とも呼ばれるほど多数のワイナリーがある山梨県。
中でも甲州ワインは高品質なブドウを使い、フルーティーな香りにすっきりとした飲み心地のワインでおすすめです。そして山梨をおすすめしたい理由は、何といってもアクセスが便利なことです。首都圏からも近く、東京観光のついでに行けるというのもメリットの一つです。例えば東京の新宿からなら電車で約1時間半、車や高速バスなら約2時間ほどで、日帰り旅行でも気軽に楽しめます。4位や5位の愛媛や宮崎は他の定番観光地のついでに行くということができないので、そのアクセスの便利さという点でも山梨はおすすめできる場所と言えます。富士山や温泉、世界遺産、テーマパークなど多彩な楽しみ方ができる上にアクセスも便利ということから、今回第1位に選ばせていただきました。はい、ということでおすすめの都道府県ベスト5を紹介しました。今回選んだポイントは、もちろん絶景やグルメも基準の一つではあったんですが、やっぱり日本らしさを感じられるかどうかというのが大きなポイントになりました。特に上位3つで言うと、福島の大内宿は昔の日本の面影が残っていて、情緒あふれる街並みが魅力的だし、竹富島は沖縄の昔ながらの原風景を楽しむことができます。そして山梨は日本を代表する富士山を堪能でき、日本の温泉街の雰囲気も感じられ、世界遺産もある。まさに日本らしさが凝縮されたような場所です。本当はまだまだいろんな場所を紹介したいんですが、動画が長くなりそうなのでこの辺にしておきます。概要欄に今日紹介した都道府県の Vlog 動画を貼っておきます。そこではもっと詳しく紹介しているので、興味がある方はぜひご覧ください。これから日本旅行を考えている方、特に東京などの定番観光地には行ったことがあって、他の場所に行ってみたいという方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。今日紹介した場所以外にも、ここが良かったよなど日本のおすすめの観光地があればぜひコメント欄で教えてください。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。